キルトの作品展を見に東京へ行っていました。心から言いたい。本当に行ってよかった。今回は弾丸東京キルト旅行の記録を交えつつ、引き続きサンプラーキルトを作っていきます。作品展に行くとやる気が通常の数倍に跳ね上がる。2022年度の素敵にハンドメイドの連載、斉藤陽子の初めてさんのマンスリーキルトを参考に作っているサンプラーキルトのパターン。今日も縫っていきましょう。まずはログキャビン。アメリカの開拓時代の丸太小屋をイメージしているパターンです。中央の四角は暖炉に見立てて赤い布を使い、暖炉を中心に丸太を組むように布を配置します。使いたい布の長さが足りなかったら別の布をちょっと足して使ったりしても楽しい。シンブルとリングカッターは必須です。まずはじめに縫うのは中央部分。中央の正方形、暖炉に見立てた部分をぐるぐると囲むようにして縫い付けていきます。2022年に発売されたキルトダイアリー特別号キルトパターンストーリーブック350によると、南北戦争時1860年代に広まり、戦後の西部への移民の増加でさらに人気が高まったパターンだそう。1、配色でアレンジが無限にできるトラディショナルパターン。私もいつか大きなログキャビンキルトを作りたい。みんな一度は大きなログキャビンキルトに憧れるよね。実はこのサンプラーキルトを作り始める前に自分で決めたルールというか心がけみたいなものがあって、それは茶色とベージュを積極的に使うこと。私は気づくと赤やピンクの布を選んでしまうので、いつも似たような色のキルトになるのが気になっていました。もちろんそれが私のキルトだと言えばそうなんだけど、私のキルトをもっともっと極めるための一種の学びを課しています。このログキャビンも茶色、ベージュを意識して使って、どんな色、どんな柄を組み合わせたらいつもと違う、でも変わらず自分らしい作品になるんだろうって試行錯誤しています。これがすごく楽しい。冒険しようと思って買ったいつもと違う色だとか、単体では素敵だと思ったのにいざ使おうとすると合わせにくい色だとか、そういうの全部ひっくるめて私の色にしたい。そうやっていろんな色を使っていると、存在を忘れるほど長期間しまい込んでいたような布たちが突然輝きを増して一軍として活躍し始めたりする。ずっとしまい込んでいる布があるなら、それを今使うための特別ルールを自分で決めてみるのもいいかもしれません。受け身な態度では相手の真の魅力は見つからないってことかな。ということで、ログキャビンのパターンの完成です。茶色や緑を中心に、でも好きなピンクもちょっと覗かせて。続いてはドランカーズパス、酔っ払いの小道のパターン。くねくねと曲がるカーブを2枚の型紙を使って表現します。すでに縫ってある他のパターンとのバランスを考えて水色をベースに作ることにしました。雨の日は傘を差してカタツムリを探しに少し遠回りしながら曲がりくねった道を歩いていこう。そんな情景を思い浮かべながら布を選びます。茶色と、あとは少し暗めのオレンジを入れよう。布がカットできたらとりあえず適当に並べてみます。細かい調整は後から
まずは全体のバランスを見て、自分が頭の中で想像していたものが本当に目の前に現れるかどうかを確認したい。ベースの水色も置いていきます。英字のバランスを見つつ、でも適当に。適当というか直感？最後は自分が何を美しいと感じるか、その感覚を信じている。緑を入れた方がいい気がしたから入れてみたり、水玉も入れた方がいい気がしたから入れちゃう。カーブを縫うとき、デコボコで言うとデコの側を手前にした方が私は縫いやすいです。待ち針も普段より細かく打つ。でも正直そんなに待ち針を信用してないというか、私が下手なんだろうけど、やっぱりずれるときはずれるし、運針しようとか思わずに一針二針ごとに裏を確認して縫っていくのが一番正確に縫える気がします。出来上がりが綺麗ならそれでいいのだ。それくらいおおらかにいきたいなって思ってます。よし、カーブが縫えました。同じようにすべて縫っていきます。私の記憶が定かなら、この茶色チェックに花柄の布は昔々お教室で買った布セットに入っていたものではないかなと思うんですよね。当時はうまく使えずに完全に戦力外な布だったけど、今はこの上品な感じと赤やオレンジとの相性の良さが大好き。カーブ縫うの時間かかる。ひたすらもう地道に縫うしかないです。縫っているうちに気になるところが出てきたので、ちょっとだけ修正します。柄の向き多分こっちの方がいい。絶対こっちだな。3時40分はさすがに夜更かししすぎ。普段から夜更かし人間だけど、そろそろ寝ないと明日がやばいので寝ましょう。Won't you please laugh through life with me? Oh, won't you please laugh with me?パンドラの箱のパターンが完成に近づいてきました。私はずっとベビーブロックと呼んでいたパターン。いろんな呼び方がありますね。みんな大好き、キルトに聞いた物語の表紙にもなっています。この本本当にいいですよね。なんというか愛が溢れている。今日もデスクスレダーの調子が悪い。ちなみに推奨されてない針を使っているので全部自分の責任です。調子がいい時は一発で通るんだけど、通らない時はもう何度やっても通る気配すらない。やっぱり細いアプリケ針も使えるらしいという新しいデスクスレダー。買います。一
し形を3つつなげて六角形を作る。それぞれのひし形を明るい色、暗い色、その中間の色で作ることで箱が浮き出るように見える面白いパターンです。初めて作るけど立体感を出すのが難しい。手持ちの布が似たようなものばかりだと難易度がぐんと上がる感じ。パッチワークは絵と違って、もともとそこにある色や柄は決まっていて、自分が必要な色や柄を一から好きに描けるわけではない。でもそこが面白いと思う。そういえばもう何年も絵を描いていない。描きたい気持ちはあるんだけどな。ハンドペイントしてリメイクしたい雑貨とかそういうものもたくさんあるから、また何か描きたいなって思ってる。パンドラの箱完成です。最後にすべてのパターンをまとめるときまでギザギザ部分も残したこの形で置いておくけど、境界部分がはっきり見えないから出来上がりがどんな感じになるのかちょっとわかりづらい。周りにこれまで作ったパターンを置いて同じ大きさに切り取ったようにして見てみます。まあまあ立体的に見えてるかな？一枚出来上がるとまた次の一枚への活力になる。ここからは少し時間を巻き戻して1月末の弾丸東京キルト旅行の記録です。
ドアが閉まります。ご注意ください。山手線が先に発車します。はい、頑張って。ここで作品展で購入したものを紹介します。まず新発売の書籍が2冊。会場で2冊セットで購入するとカットクロス1枚プレゼントのキャンペーンをやっていて、私は赤の花柄を選びました。続いてこちらは鷲沢先生のお店で購入したものたち。ちょっと開けてみましょう。まず小さな歯切れが入ったお楽しみ袋。紫と緑の組み合わせが最高に素敵です。あとカットクロス2枚とヨーヨーキルトのポーチのキット。一緒に入っている作り方の感じからして多分素敵にハンドメイドに掲載されたものなのかなって思います。見た瞬間可愛いと思って購入しました。自分ではできない配色で作れるのはキットの良さですね。あと帰りに岡田屋で買ったカットクロス。綺麗な無地があったので4種類。自分の好きな発色の無地は見つけたら買っておくのが吉。なかなか出会えないからね。フリースピリットって書いてあるからケーフファセットのショットコットンかなと思ったけどどうだろう。あとは今作っているサンプラーキルトに合いそうな柄物2枚、黒とからし色。で、これで終わるかと思いきや実はまだあって、小関先生の記事を後日ネットで購入しました。ネットショッピング大好きだけど実物と写真の色味が違ったりするので、特にメーター単位で買いたいとき購入を迷うことがあります。近くに大きな手芸店もないので、イベント会場で実物の色味が確認できるの本当にありがたい。あとはちいかわランドで買ったうさぎのヘアバンド。あまりにも目立ちすぎる気がするので、屋内限定で使う予定っていうか、使う場所がかなり限定されるけど、可愛くてね、勢いで買っちゃいましたね。改めましてこんにちは、柳千佳です。今回私が行ってきた作品展は、小関鈴子のマイキルトヒストリー、鷲沢玲子のマイキルトヒストリー出版記念作品展です。この作品展があることを知ったのは去年の12月。しかし、去年の12月は個人的に色々事件が起きておりまして、行くかどうかかなり悩みました。そんな時語学学習仲間のドーニャが絶対に行くべきと言ってくれたことで思い切って航空券を予約。結果本当に行ってよかったです。あの時背中を押してくれたドーニャに心より感謝。ありがとう。今回の作品展で一番印象に残っているのは鷲沢玲子先生のマイフラワーガーデンという作品です。ログキャビンのバリエーション、コートハウスステップ、裁判所の階段を白と淡い花柄で一面につなぎ、それを囲むボーダーは小さなヘキサゴンつなぎ。本に掲載されている写真では見たことあったけど、実際そのキルトを目の前にしてみるともう存在感がすごくて、ずっと見てました。ずっと見ていても全然飽きないし、むしろどんどん引き込まれていく。ヘキサゴンがつながれて生まれたお花畑のボーダー。どうやったらこんな可憐で繊細で美しい配色が生まれるんだろうって。春が始まりを告げて少し肌寒い空気。朝の柔らかい日差しがきらめいて、
露を含んだお花、つぼみもあって、そして茎や葉っぱ、枝に至るまで、目の前に広がる光景、その空気感や香りまでも、そのまま一緒に縫い込んであるような色合いが忘れられない。キルトの展覧会に限らず絵画でも何でも、心にグッとくるものがあった展覧会は可能な限り何度か足を運びたい。それにはいくつか理由があって、まず行くたびに技法、配色など新たな発見があるから。あと何よりも自分の心の状態、その日の気持ち、その時期に作っているものによってこれが好きという作品が変わる面白さ。見る人によって感想が変わるのは当然あると思うけど、実は同じ自分でも日によって感性とか感度が違っていて、何度か通うことでいろんな作品に魅了されていったりする。自分でも想像していなかったような多様な好きを発見することもできるし、これだけはいつ見ても好きといったものを再確認することもできる。2日3日と通うと、1回見ただけでは気づかないところに気づけたりもするし、好きな作品が増えるたびにその気づきも増える。ただ遠方の展覧会だと通うのは難しいのが現実。今回は日程を合わせて行けただけでラッキーでした。帰ってきてからあの時の感動をもう一度味わいたくて、今回出版された本を見返していたけれど、本はあくまでもトリガー。あの日あの時の圧倒されるような感動とか、私も美しいものを作りたいって突き動かされるような時間は、自分の心の中に色あせぬように大切にとっておきたい。本は本で細かい部分を見返したり、展示だけではわからなかったエピソードを読めたり、すごく楽しいです。あととても興味深かったのが小関鈴子先生のフルール花という作品の展示です。作品展の会場に展示されていたのが、このキルトを作るために縫ったけど実際には使われなかったという六角形のお花のパターンたち。つまり没になったパターンが完成品と合わせて展示されているんですよね。その展示がすごく良かった。作品展って基本は完成品しか置かれていない。これが完成品だってものを私たちは見に行くわけなんですけれども、おそらくというか間違いなくその完成した姿に至るまでにはいろいろな長い時間をかけた模索、試行錯誤、挑戦などなどがあったはずで、そういったキルト制作の過程の一部というか思考のかけらみたいなもの、作者の頭の中が少しだけ覗き見できる感じ。それがすっごく良かった。没になったパターンが見られるとかなかなかない機会ですよね。帰ってきてからその作品が載っているページも読んでたら、1枚のキルトを作るために完成作品の倍の枚数のパターンを縫ったとか、布のロスも出るし、手元には出番のなかった布やパターンがたくさん残ってるっていうこともいろいろ書かれていて、やっぱりそのくらい縫わなきゃダメなんだなって今めちゃくちゃ影響されています。例えば20枚パターンが必要なキルトを作るとして20枚縫ったら終わりじゃなくて、その倍は縫う、納得いく配色ができるまで縫うという意思。動画にはしていないんですけど、今私はヘキサゴンのキルトを作っていまして、一応パターンの枚数的には足りてるんだけど、なんか隣同士しっくりこないなっていうところも正直あったりする。縫い足すとしても数枚かな、時間かかるし早く完成させたいしって思っちゃうけど、でもそこで規定数以上納得いくまで縫っていくことが大事なんだと。すごく面白くて気合の入る展示、そして本の内容でした。結構出入りの自由な作品展だったので、会場内を何度も行き来したり、休憩を挟んで何度もお気に入りを見に行ったり、帰宅後本を読んでそのキルトにまつわるエピソードを知ると、うわー、そこもっと見とけばよかったって悔しく思ったり、自分はやっぱりキルトが好きなんだな、キルトをずっと続けていたいなって改めて感じたり、本当に素敵な作品展だった。そしていつか自分の作ったキルトも
誰かにとって忘れられない記憶の一部になったらいいなって、そんなことを考えながらまたひたすら手を動かす。自分の作品に対して誠実でありたい。今日からまた頑張って縫っていこう。というわけで今日もパターンを作ります。本に掲載されているパターンだけでなく、自分で選んだパターンも追加していく。キルターのバイブルパターン集。頭の中で塗り絵をするようにずっと見ていられる一冊です。すでに作ったスタンプバスケットとドランカーズパス。表紙からかなとこ、ファン、草原の誇りのパターンを作っていきます。ファンは以前も作ったことがあって好きなパターン。かなとこ、草原の誇りは表紙を見るたびに気になっていました。せっかくサンプラーキルト作るなら、作ってみたかったパターンもどんどん入れちゃおう。まずは草原の誇りのパターンから。私は四角つなぎが好きだけど、カーブがあるパターンも柔らかい感じがして好き。カーブをきれいに縫うために合印は忘れず必ずつけておく。何事も基本が大事。他のパターンとのバランスを見て赤色が目立つパターンが欲しかったので、深い赤の布を選びました。まず主役にしたい布を決めて、そこからイメージを膨らませていく。紫色は絶対合わせたいなって思ったし、からし色というか黄金にも見える濃い黄色も頭の中のイメージぴったり。好きな布は惜しまず使おう。並べて全体を確認。この深緑の布全体をまとめたい時にいつも使ってしまう。こういう自分の好きな主役布を生かす脇役布にもっともっと出会いたい気持ち。仕事から帰って机の上に置かれた縫いかけのパターンを見て、よし、もう1時間だけ頑張るぞって思う。1時間だけと思っていても、いざ縫い始めると2時間以上経っていたりするから、作りかけのものを目の前に置いておくというか、とにかくすぐに手をつけられる状態にしておくことを心がけています。もう邪魔でもとにかく置いとく。別のことするときはどかせばいいんでね。一度しまうとなかなか再開できないタイプだと分かっているので、しまわないことが重要です。カーブが綺麗に縫えると嬉しい。それぞれのパーツを縫い進めていくとこんな感じになります。つなげればつなげるほど、完成に近づけば近づくほど好きな気持ちが大きくなる。気高く生きる砂漠の国の女王様のイメージ。しっかりアイロンをかけて草原の誇りのパターン完成です。他にも気になっていたパターンが縫い終わり、これまでのパターンと並べてみていたところ、新しく縫ったかなとこのパターンとすでに作ってあったレモンスターのパターンの配色が似ていることに気づきました。緑の英字柄、黒のトイプードル柄、あと別の布ではあるけどオレンジを合わせるのも同じ。これとこれが合うって無意識に過去の成功体験を再現してたかも。よし、縫い直します。緑の英字部分を入れ替えます。印象を変えたいので寒色系ではなく暖色系にしたい。赤の英字柄かピンクの英字柄か。どちらの色柄もいいなって思うときは正直どちらも捨てるのが惜しくて、できれば両方作りたい。けど時間的にも作れるのは一つだけ。そんな時は次は今日選ばなかった方の布を使おうと
心に強く誓って思い切ってどちらかに決める。私たちはついつい唯一の正解を求めがちだけど、実は正解はいくつもあって、使わなかった方の布が何かを取っているわけではないはず。今日使わなかったなら明日使おう。それだけのこと。リッパーを使って縫い目をほどいたら、新しくカットした布をつなげていきます。パターンの枚数が増えてくると、どうしてもキルト全体のバランスを考え始めるし、縫い直すのがしんどくなる前に縫い直したい。それでもまた縫い直すかもしれないし、先のことはわからない。とにかく今できることをやるしかない。進んだり戻ったり、それもまた人生。2月前半に縫ったパターンはこちら。テキストを参考にしたものが3枚。まずはログキャビン、ドランカーズパス、パンドラの箱。自分で選んだパターンが草原の誇り、踏切。あまり色の縛りにとらわれず好きに作ったお気に入り、ファンのパターン。そして最後に縫い直した金床の4枚。合計7枚が縫えました。もうすべてのパターンが愛おしい。枚数が増えてきたので、ラティスやボーダーのことも考え始めたり、日々少しずつ進んでいる感覚が私を前に向かせてくれる。明日も頑張ろう。